皆さんこんにちは。煩悩おむすび煩悩ゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本を紹介するコーナー、いにしえ日記。25回目の今日はこちらの本。ドナルド・キーン著、日本人の美意識をご紹介します。これはそこまで古い本っていうわけではないんですけども、今日はこちらをご紹介したいと思います。皆さん、キーンさんのことはご存知でしょうか？ご存知の方も多いとは思いますが、アメリカ生まれの日本文学者で、コロンビア大学の名誉教授。日本文学を世界に紹介することに生涯を捧げた方です。晩年は日本国籍を取得されて、キーン・ドナルドという漢字の名前も知られていますね。私は昔からキーンさんの本が大好きで、尊敬するお一人なんですけども、日本人以上に日本のことをとっても理解されていて、私たちって自分自身の姿ってなかなか見えにくいですよね。それを客観的に捉えて言葉にしてくれる。読んでいると目から鱗って感じで何度もうなずくような、そんな本ですね。まだキーンさんの本をご覧になったことがない方は、この本の他にもね、日本との出会いっていう本もおすすめですね。キーンさんがいかにして日本に興味を持ったか、そういったことがとても興味深いエピソードとともに書かれていますよ。そしてね、英語で書かれた本もとっても多いので、そちらもよろしければ手に取ってご覧いただけたらというふうに思います。さて、このいにしえ日記ですが、外国の方もご覧くださっていると思うんですけども、ありがとうございます。日本舞踊の歌って翻訳が本当に難しいんですよね。このチャンネルにもね、英語字幕入れているんですけども、翻訳アプリなど使ってね、すぐに出来上がるのは出来上がるんですけども、意味のニュアンスがちょっと違ったり、面白みが全然伝わってないなっていうふうに思ったりするんですよね。それで何度もね、やり直しってしながら今も入れているんですけども、この本を読むと、そのようなことが、そういうことだったんかっていうような気づきもありまして、腑に落ちることがたくさんあります。それがどういうことなのか、これから一緒に見てみましょう。さて、まずキーンさんは、日本人の美意識というものは、芸術的な場だけではなく、日常のあらゆる場所に行き届いているというところから話を始めます。バスの運転席の上の小さな花入れ、トイレの壁の一輪挿し、百貨店の美しい包装紙。こういうものを外国からの訪問者はとても不思議に思うと。ですね、私たちの日常で考えてみますと、例えば、お稽古の時もそういうことありますよね。お月謝を私するときに、本来だったらお金の授受が目的なわけですから、そのまま待たせばいいのかもしれないですけども、私たちは真券を用意して、封筒に入れて、お月謝袋とともにお渡ししたりしますよね。日本人はそういうことを無意識に当たり前のようにしています。当たり前すぎて自分では気づきにくいんですけども、そういうのもまた日本の美意識の一つですね。では、ここからキーンさんが特に深く掘り下げている3つの日本の美意識についてお話しします。まず1つ目は暗示です。平安中期の歌人、藤原金藤は歌の優秀さを9等に分けて、その最高の境地をこう定めました。言葉の妙を尽くして余剰の現れる境地。余剰。余る情けと書きますよね。言葉に尽くされなかった、書かれていない何かが
読む人の心の中にじわっと溢れてくる。その境地が最も優れた歌だということです。その例として挙げているのがこの歌ですね。ほのぼのと明石の裏の朝霧に島が暮れゆく船をしぞ思う。朝霧の中に島影に消えていく船。それをじっと見ている誰か。でもこの歌、どこにも誰が、なぜ、そういったことが書かれていないんですよね。船に誰が乗っているのか、なぜ見送っているのか、何も説明されていません。金東は言います。この歌の素晴らしさは、言葉にない意味合いをほのめかす力にあると。船に誰が乗っているのか、なぜ見送っているのか。何も説明されていない。だからこそ読む人の想像が膨らむ。例えばもしこの船には愛する人が乗っていると、歌人自身の思いが直接書かれていたら、それではこの歌の面白みが半減してしまうと金さんは言います。言葉にしないことで31文字がもっと豊かなものに膨らんでいく。この日本語の主語を省くという特徴がここで美しく働いているわけですね。この曖昧さが余剰を生む。この感覚は日本舞踊されている方にはなんとなく感じることありますよね。例えば当て振り。言葉の意味をそのまま振りに表すことが嫌われるのもきっと同じようなところから来ていますよね。全部を説明してしまったら見ている人の心が動く余地、余剰がなくなってしまう。舞台を見て、その場でなんだか意味がわからなかったな、なんていうものも、なんとなく、ずっと心に残ってて、後からふっとした時に、ふわーっとなんか染みってくるような、そんなことってありますよね。今の世の中の流れとはね、ちょっと逆行しているような、即効性はないことなんですけども、そこが面白いところじゃないですか。こういうのをなんかちょっと気づき始めると、なんか世界が広がってきて、沼っちゃいますよね。そして次に、金さんが面白い例として挙げているのが、松尾芭蕉のこの句です。枯れ枝にカラスの止まりけり、秋の暮れ。これの英語の訳ね、ちょっと字幕で下につけましたが、ここにつけときますね。ちょっと私の発音で読んだら、ちょっとびっくりされると思うので、字幕でご覧いただけたらと思うんですけども、この英訳では、カラスが1羽となっていますね。でも、日本語の原文では、1羽かどうかは、実はわからないんですよね。日本語には単数、複数の区別がないってことですよね。ここで面白いことがありまして、芭蕉自身がこの句に添えていった絵を見ますと、なんと枯れ枝にカラスが7羽止まっているんですね。1羽のカラスなら静寂と孤独を表しそうなものなんですけども、7羽ならもっと重く沈鬱な緊張感感じませんか？どちらかによって句の印象が全く変わってきますよね。でも、どちらが正しいのか、芭蕉が意図した究極の意味は今も分かっていないのかもしれないというふうに金さんは言います。さらに、秋の暮れも秋の日暮れとも読めるし、晩秋とも読めます。たった17音の中に複数の解釈が同時に共存していて、そのどちらも正しいと言わざるを得ないと。こういうこともあって、歌の字幕をつけるのってすっごく難しいんですよね。一つの役を選んだ瞬間に
他の可能性を消してしまうことになる。でもその曖昧さが同時に日本語の豊かさでもあるんですよね。時々ね、外国の視聴者さんから歌の解釈についての質問をいただくことがあるんですけども、答えって大体定かじゃないんですよね。一つじゃないことが多いので、お話ししていて、そこはご想像にお任せします、みたいなことしか言えないこととかもあるんですけども、その曖昧さが、想像力をかき立てますし、互いの感覚を、友達同士とかでね、話し合ったりするのも面白いですし、そういったのも日本語の魅力ですよね。このカラスの句はまた、日本人が単色、モノクロームを好む感性ともつながっている、と金さんは言います。薄墨色に沈んだ秋の終わり、一羽のカラス。多くの歌人が好んだ枯山水のコタン。塗料を使わない木の家屋の木目の美しさ。こういったものへの愛着って日本人の中に深く根付いていますよね。これは禅の影響と言われることが多いんですが、金さんはそれに加えて少し違う見方もしています。禅から学んだのではなく、もともと日本の土地に根付いていた美的感覚が大陸から渡来した禅の理想とたまたまあって自然に結びついたのだと。暗示の原理は外から学ぶ必要がそもそもなかったのだと。そしてこうした考え方を最も鮮やかに言い表しているのが吉田兼好のこの言葉です。花は盛りに、月はくまなきをのみ見るものかは。満開の桜だけが桜ではない。雲に隠れた月を恋しく思うのもまた深い情緒だと。金さんはここに鋭い洞察を加えています。満月や満開の桜は三日月やつぼみを想像させない。でも、三日月やつぼみは満月や花の盛りを想像させる。完璧なものは想像の余地を与えてくれない。だから満ちていない方が美しいのだと。オペラのソプラノ歌手が高い破音を見事に歌い上げた瞬間のあの感動の頂点のようなものは想像の余地を与えてくれないから健康には興味はなかったであろう。という言葉もあって、これはとても日本的な捉え方かなというふうに思いました。二つ目は、整わない美です。日本人は昔から整いすぎることを嫌う傾向があるというふうに金さんは言います。均正や規則正しさは暗示の力を阻害する。だから日本人はあえて不整合を選ぶと。陶芸なんかもそうですよね。西洋のものとは随分違うというふうに思いませんか？短歌の形式も五七五七七。これ全部素数ですよね。世界で広く使われている歌の形式は二行連句とか四行連句のような規則正しい組み合わせが多いそうなんですけども、日本の短歌はそこから意図的に距離を置いています。吉田兼好はつれづれ癖の中でこう言っています。すべて何も皆、ことの整りたるは悪しきことなり。しのこしたるをさて打ち置きたるは面白く生き延ぶる技なり。何につけても物事がきちんとしていない方がいいというふうなことですね。さらに兼好はこんなことも言っています。
一部とある宗師などの同じようにもあらんを醜しといえど、こういう相図が物を必ず一具に整えんとするは、拙き者のすることなり、不具なるこそよけれ、と言いしも意味じく思えしなり。人はよく人揃いの禅宗など禅観が同じでなければ醜いというふうに言うけれど、こういう相図が何でも物を人揃い完全に揃えようとするのは賢明でない人間のすることだ。不完全な方がいいのだというのを聞いて、なかなかいいことを言うものだなと感心したっていうふうな意味ですね。そうですね。着物選びなんかも季節感や柄行きを揃えすぎると、どこかちょっとしんどくなりますよね。抜け感というか、ちょっと余白っていうか、見る人に想像してもらうような余地が日本文化の面白みですよね。三つ目は、儚さです。西洋人は芸術の不滅を求めて大理石で記念碑を建てた。一方、日本人は滅びることを見越して建物を建て、移ろいゆくことを最初から受け入れていた。そんな中で世界で最も古い建物のいくつかが日本にあるっていうのがちょっと皮肉なことでもありますけどもね。健康法師はこう言っています。世は定めなきこそ意味じけれ。世の中が定めなく移ろうからこそ素晴らしいのだと。儚さというテーマは世界中の文学に出てきます。でも、その儚さが美を生み出すための条件だと言い切るのは日本の文学だけだと金さんは言います。散ってしまうから美しい。消えていくから愛おしい。桜への愛もそこから来ているんですよね。暗示すること、整わないこと、儚いということ。金さんはこの三つを客観的な視野で誰よりも深く言葉にしてくれました。はい。読んでいて不思議だったのは、書いてあることは全部知っていたというか知っているような生活の一部のようなことのはずなのに、こうして言葉にされると初めて気づいたような気持ちになるんですよね。自分の顔を鏡で初めて見るような、そんななんか不思議な体験でした。はい、さて、日本人の美意識第一章をかなり噛み砕いてご紹介しましたが、この本はここからも平安時代の女性的感性や日本演劇の写実性と非現実性などをテーマにした章など読みどころ満載の本ですので、ぜひ手に取ってお読みくださいね。曖昧さの感覚、日本舞踊のお稽古にも行きそうですよね。日々学びですね。はい、さて今日はここまでです。このチャンネルでは日本舞踊や日本文化に関する本を読みながら芸の話をしています。チャンネル登録、いいねいただけますと励みになりますのでよろしくお願いします。次回もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。